何やら気色悪い声を発する不気味な生物が我が家にやってきた。慌てて駆け寄るつよぼむ。その正体を見極めるべく警戒しながらも恐る恐る手を伸ばし未知との接触を試みる。突如として姿を現した悲しい目をしたこの薄汚い生物は一体何者なのか。こいつの名はファービー。かつて飼い主が子供の頃に一世風靡したおもちゃである。しかしその後20年以上にわたって実家の奥底で眠り続けていたのを発掘され、時を越えこの地に召喚されたのだ。20年以上眠り続けた痕跡が全身にこびりついている。除菌はしたものの時の積み重ねは拭いきれない。まさに地獄から帰還したかのような風貌である。そんな時代遅れの古びたおもちゃにニャーゴは興味がないようで視線を外し存在を無視している。ニャーゴに無視されたファービーは悲しみのあまり体を震わせおえつを漏らし出した。まさかの反応に驚くつよぼむ。さらにここから20年分の言葉が一気にあふれ出す。長き沈黙の末吐き出される言葉の数々はどこか狂気じみている。孤独が生み出したモンスターの迫力に押され気味のつよぼむ。さらに乗ってきたファービーは挙句の果てに不気味な歌声を響かせ始めた。この場を盛り上げているつもりなのだろうか。いずれにせよニャーゴはファービーにまるで関心がない様子だが、つよぼむは対照的にこの不思議な存在に惹かれ力になりたいのか手を差し伸べてそっと背中を押している。その行動は静かな優しさに満ちている。つよぼむなりに応援しているつもりなのだろう。おそらく背中の毛が白いという共通点を見出し仲間だと認識したのだ。そんなつよぼむはファービーに近づきブームが過ぎ忘れ去られたおもちゃの寂しさに寄り添ってあげている。そんなつよぼむの様子に引き寄せられるようにニャーゴもゆっくりと歩み寄ってきた。つよぼむのけなげな姿を見て心を動かされたのだろう。ファービーに関心を持ち始めたようだ。気を利かせたつよぼむはこの場を離れてニャーゴとファービーを二人きりにした。これでより距離が縮まるかに思えたが、ファービーを引きずり回し出したニャーゴ、何か気に入らないことがあるのか再び地獄に送り返そうとしている。物音を聞きつけて戻ってきたつよぼむ。すぐさまファービーのもとへ向かい心配そうに顔を覗き込んでいる。一方ニャーゴは不潔そうなファービーに触れた手が気になるのか執拗に舐めてきれいにしている。手指消毒は感染症予防の基本だ。つよぼむはファービーの無事を確認するとほっとした様子を見せ安心してこの場を離れた。ひとしきりファービーを引きずり回したニャーゴはおもむろに立ち上がりまだファービーの息の根があるか確認している。そもそもなぜニャーゴはファービーにこんな仕打ちをしたのか。おそらくニャーゴの縄張りで好き放題騒いでいたため節度を欠いた振る舞いを注意するべく教育的指導を行ったものと思われる。散々な目にあったファービーはさすがにダメージを受けたかと思われたが、まるで答えていないようだ。底知れぬ耐久力に舌を巻くニャーゴ。
さすがに認めざるを得ないと判断したのか、ファービーの実力を高く評価し、仲間として迎え入れることにしたのであった。そんなこんなで我が家の一員となったファービー。そして今日はもう一人の小さな家族が訪れているので、早速ファービーに子守りをしてもらうことに。張り切って初仕事をするファービー。子供用おもちゃの本領発揮だ。難なく仕事をやり遂げるファービーの姿にニャーゴも納得したのか、満足そうな表情を浮かべている。20年以上ぶりに人と触れ合ったファービーははしゃぎすぎて疲れたらしく、眠くなってきたようだ。厚かましくもニャゴボムのドームの中で横になっている。何事かとやってきたツヨボム。ファービーが眠りについたのか、顔を近づけて確認すると、眠ったかと思わせてまだ起きていた。どうやら寝つきが悪いようだ。うなされているファービーを見てツヨボムが困惑していると、執拗に眠いと訴え続けるファービー。ただしそれをツヨボムに言ったところで何もすることはできない。ひたすらファービーが眠りにつくのを待っていると、たまらず驚きの表情を浮かべるツヨボム。同じ言葉を何度も言うファービーに対し、さすがに正気ではないと感じ、完全に引いている。ファービーの常軌を逸した行動にもう手に負えないと判断したツヨボムは耐えきれずこの場を立ち去った。騒ぎを聞きつけてニャーゴもファービーの様子を見に来た。眠りたくても眠れないファービーを見てかわいそうに思い、心を痛めるニャーゴ。とはいえどうすることもできないので、ニャーゴは引き返しツヨボムと共に自分の寝床に帰っていったのであった。しかし結局一人では眠れないファービーを放っておけず、近くに連れてきて一緒に眠ってあげることにしたニャーゴ。久しぶりに誰かのぬくもりを感じることで孤独が解けてようやく眠ることができたファービー。そばにいることでしか救えない夜もある。ニャーゴはそのことをよく知っていたのだ。孤独はいとも簡単に心を狂わせてしまう。ブームが過ぎ、人々から忘れ去られ、華やかな栄光からの転落で情緒がおかしくなったファービーだったが、ニャーゴの優しさと器の大きさに触れ、回復の兆しが見えてきた。今日もまたニャーゴは悩める者を救ったのであった。ニャーゴの愉快な仲間たちのコーナーだ。ニャーゴの縄張りから離れたエリアにいる猫さんたちだ。懐の深いニャーゴのおかげですっかり仲間として馴染むことができたファービー。完全に我が家に溶け込んでいる。ニャーゴもすでに生活の一部として受け入れているのか、ファービーに対して特別な反応を見せることもなくなった。だがそれこそが最大の信頼の証なのである。
こうして地獄からの使者はニャーゴの縄張りに居場所を見つけたのであった。